今回はインタークーラーのエアシールプレートを鏡面にしていきたいと思います。中古で買ったインタークーラーなのですが、一度ピカールで磨いたものの全然綺麗にならなかったので、今回重い腰を上げて作業していきました。まずボルトを4本外してプレートを取り外していきます。ARC って倒産したと聞いていたんですけど、いつの間にか復活していて何気に嬉しいんですよね。今回気づいたんですけど、運転席側のドアノブがガタができていて車齢を感じるなと思いました。まず240番のペーパーで粗削りをしていきます。600番までは機械で削りを行いました。同じ作業が続くのでカットします。磨き終わりました。機械で磨くとムラが出ないのでいいですね。ペーパー800番から手磨きを行います。この日はめちゃくちゃ暑くて、なんでこんな日にこんなことやってるんだろうってちょっと虚しくなりながら手磨きをしていました。手磨きってどこで終わらせればいいのかわからなくなるんですよね。だからいつも適当で終わらせちゃうんですよね。ここもカットします。2000番まで磨き終わるとちょっとツヤが出てきました。そして前々から気になっていた4000番、1万番、1万5000番の研磨フィルムを使ってみます。裏に番手が書いていないのでどちらが表なのか若干迷いました。そして磨き心地なんですが、磨いてる感じがしません。研ぎ汁が出ているので磨けてはいるんだと思うんですけど、磨いた後の違いが分かりません。あまりにも研いでる実感が湧かないので確認しています。ここもカットします。これが1万5000番まで磨き終わったものです。正直違いが分かりません。そしてここから機械を使って仕上げの磨きを行っていきます。バフに青棒を塗って磨いていきます。この作業が全体の中で一番楽しい瞬間でした。今までの苦労が報われていく至福の時間です。カメラでも違いがはっきりわかりますよね。実際にやってると楽しくてしょうがないです。見事な鏡面になってくれました。さらなる輝きを追い求めて磨いていたら、嘘でしょう。この日に買ったばっかりだったんですけどね。しょうがないんでここで完成とすることにしました。それでもしっかり鏡面にすることができました。プレートを元に戻していきます。反射して白飛びしてしまうぐらいに鏡面にすることができました。道具集めでお金をかけた割には性能には一切関係のない作業でした。でも気持ち的には10馬力アップですね。周りの部品に比べるとプレートだけちょっと浮いちゃってますよね。こんだけ浮いちゃうと前輪トラクションかかんなくなっちゃうよっていう、そんな、すいません、冗談は置いといてご視聴ありがとうございました。